どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。ごっはん。マスター、マス、おや。様々な二皿で称えられし、日本、そして世界に直接打撃計画と空手の武道精神を伝え広めし、偉大なる武道家大山マスターズ。私はこれまでその強さの真実、実態、さらには実際に行われていたという大山道場での組手スタイル、それらを当チャンネルにてお話しさせていただきました。そして今回はその大山マスターズがその力を鍛え極めたという、現在ではまずほとんど見られることはないであろう修行法山ごもり、そこに焦点を当ててお話ししていきたいと思います。山ごもりの実態についてはいくつか証言がなされているようで、一つはまず身延山で行い、戦後初の全日本空手道選手権大会優勝、その後改めて清澄山に入山、さらにその3年後岩村博文などの門下生を伴い妙見山にこもったという話がなされています。さらには神社の宮司によると、犬山にも何度か入っては滝に打たれたりなどしたという証言もあるといいます。戦争を経て復員兵としてただ生きるためだけの虚無な毎日の中、空手の情熱というはっきりとした指針を見出し、空手の大先輩であるという宋先生という方のおかげで講演を得て進めて、昭和22年24歳の終わりにさっきに述べた全日本空手道選手権大会に出場し優勝。その後従軍時代、月一度の外出日に脱走した豚を捕まえた縁で知り合った加山さんという方の養豚を手伝いながら空手修行に励む中、隣の屠殺場から牛の鳴き声が聞こえることにヒントを得て、牛と対決するも思ったような結果を得られず、その力をつけるために属性との関係を清算するために山ごもりを決し、奥様に山へこもって練習した。それに数多くの修行をして世界一と呼ばれる男になりたいんだ。10年はかかるかもしれない。それまで俺を一人にしてくれと告げ、私はあなたの妻です。何年でも待っていますから、お考えの通りになさってくださいとの返答を得て、若い弟子の一人と共に千葉の清澄山に入山。持参したものはせんべい布団、夜間とな火起こしの器具にろうそく、ピーナッツバター、米、干し魚、縄、むしろ、バーベルに鉄あれ、くわ、鎌、なた、シャベル、釣り竿。監視書をベースに朝は日の出とともに起き、前日のうちに汲んでいた水で米を溶き、木葬、柔軟、殻付き、殻切りなどの2時間の稽古をこなし、1時間の休憩を挟み、それらを反復。それから弟子に攻めさせての受けの練習、腕立て伏せを250回、1分休んで250回と繰り返し1000回。それも正拳、3本指とやり方を変えていき、最後の500回は親指と人差し指の2本指で行ったといいます。さらには重量上げで午前中がフィニッシュ。初日に関して言えば、そこから巻きわら作り、むしろ巻き、すでに残されていた100平方メートルほどの畑を耕しての人参、大根、キャベツ、きゅうり、ナス、
かぼちゃなどの畑作り、麻の実も植えて修行に備えたといいます。この時の大山抹殺のコンセプトとしては、何よりもパンチ力の増強というものに重きが置かれていたといいます。その当時、空手の先生といえば155センチ45キロ程度と語られており、技は優れていても効かない。私は175センチ72キロ。この体力に加えてパンチ力をつけたら鬼に金棒のはずであると考え、軍隊時代に若き竹丸という人の書いた怪力修練法により独学でバーベルの訓練をしていたと言いますが、進駐軍たちの戦いにおいて彼らの体の大きさに加えて凄まじいパンチ力に驚愕し、その必要性を実感していたところ、友人の紹介で若き竹丸本人と知り合い、見たで身長160センチ体重45キロの体格だが、実際は70キロ近くに及ぶという話もあるのですが、それで人知を超えた310キロを上げるというその手ほどきを受け、そこから独自に軽いバーベルを8回から10回ほど持ち上げておいて、記録更新のための重量は1日1回だけ挑戦するというメニューを考案。しかし当然のことながら、前日限界だったメニューをさらに更新するのですが、成功はおぼつかず、そこで考え出されたのが少年航空兵学校時代、トラックに乗り込み近くの工場まで向かっていった。助手席に座っていた周囲の座席のバネが外れて突き破り、その臀部を刺し、その痛みにより注意が飛び上がり、鉄兜をかぶっていたというのもあると言いますが、ボンネットの厚い鉄板が5センチ近くもその鉄兜の形にへこんだと言います。その体験を応用し、バーベルを肩の高さまで持ち上げ、今まさに差し上げようという瞬間に太い布団針で尻をブスリと刺してもらうという方法を考案。激痛に叫び声がほとばしり、その瞬間バーベルが頭上に上がっている。痛みに対する筋肉の反射を利用したものだと言います。改めてですが、命かけます。しかし実際のところ、指し手の方が怖がって嫌がってしまい、なかなかそれを達成することが難しかったという話です。ウェイトトレーニングが終わると松並木の間をジグザグに走り、組手稽古が十分にできないその代わりに、岩から岩に飛び、木に登り、急坂を駆け上がり、枝から枝を渡り、飛び降りては幹を切り、木の枝に飛びついてよじ登る。今でいうパルクールやフリーランニングのようなことをして、複数の仮想敵に対する攻撃、さばきを練習したといいます。そんな中、3日目には同行した弟子は釣りや炊事などの家事担当のような形になり、あまりの力量の違いに組手稽古もおぼつかなくなり、2週間目の半ばになると必要なものを補充するために一旦下山。大山松は二度と帰ってこないのではないかという思い、恐れを抱えながらの修行を続け、その翌々日の午後、弟子はなんと大山抹殺の奥様を連れて現れたといいます。踊り上がる内心とは裏腹に、その場から帰そうとすると規制も制せない。お別れに来ました。あさって実家に帰りますと告げられ、総括開始。小屋の中を案内するも、湧き上がる情愛を押さえつけ、最後に鯛の浦一帯を見下ろす風景を前に、ずっと待っているかも。待ってます。重量上げの記録を3キロ伸ばし、どんどん伸びる朝相手に毎日10回ずつ蹴りで飛び込む。相手にならない弟子に担当型の
木刀を持たせ、真剣白羽鳥を開眼したりしながら、最終的には一人、自分と向き合っての山ごもり修行となり、持ち込んだ吉川英治の宮本武蔵を心の支えとし、ぐんぐん伸びる朝の枝に辟易しつつ、その先端を枯れておりながら跳躍力を伸ばし、一人になったことを知った加山さんが月1回訪ねてくれるようになり、そこから練習メニュー、午前4時起床、木葬10分、上りより2時間、1時間休憩、食事、60キロのバーベル20回、腕立て伏せ20回、逆腕立て伏せ20回、平行棒を掴んでの腕立て伏せ20回、巻きわらを左右正拳で20回、これを10周ずつ繰り返し、一つの方は100回、重量上げの記録に挑戦、腕立て伏せ1000回、松木に巻いたむしろ相手にコースを20周しての仮想組で稽古、網登り、腹筋逆腹筋200回、巻きわら石割り、夕食、紙に書いた円を見つめて瞑想、読書、10時就寝、来た住職から山に天狗がおると言うてな、ふもとは大騒ぎじゃ。しかしよく今まで頑張ったもんじゃなと、練習中の動きの速さ、古希、気合により村では清澄山の天狗という二つ名を頂戴していると知らされ、その後支援が滞るような事態に陥ったりもしましたが、加山さんの私が何とかするという言葉で修行を遊ぶ、怖いもの見たさでやってきた子供たちに空手の技を見せたりし、それがきっかけで山に薪を取りに来た大人たちなども立ち寄ってくれるようになり、住職も月一度くらいは団家からのもらい物を下げて顔を出してくる。そんな動物たちや人々に支えられ、その秋、大山薩は18ヶ月にも及ぶ山ごもりを終えたといいます。それがもたらしたものは、聖剣の一撃で木製の電柱に拳の跡を残し、止まっているスズメを気絶させて落とし、その後の牛殺し、世界制覇へと続いていくことになります。最後に大山薩は第3回世界大会の折、このように語っています。先生は怖いものを知らせて何が怖いですかというふうにインタビューされるけれども、孤独は怖いしね、上が怖いよ、腹が減る。今の人にそういうこと言っても通じないでしょうね。これほどまでに壮絶な山ごもりの経験を得たからです。ひろゆきがホリエモンが出所した後、驚くほど一人で行動してなくなった、誰かと一緒にいるようになったと語ります。その経験こそがそのような答えに行き着いたのかもしれません。私はこれからも現在の武道士、格闘技士を作り上げたと言っても過言ではない大人物、大山薩彼の足跡、美容、強さ、技術、それらを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。